こんにちは、ひとみです。7月の24日から8月の4日にかけて荻窪の本で旅するビアさんのギャラリーをお借りしまして、小さな観光記念展を開催いたしました。雨雲の集まる時観光記念展、恵みの雨、つながる言葉、南アフリカとボツワナの記憶。我ながらいいタイトルですね。どういう内容だったかっていうと、ベッシーヘッドさんのお写真、南アフリカ時代とボツワナで生活していた頃、作家として活躍していた時の写真、1960年61年の実際のボツワナの村のお写真、それから私の1998年に大学生の時に初めてボツワナにベッシーヘッドアーカイブの調査に行った時の写真、そして2023年ですねにボツワナにもう一回行った時のお写真、これいろんなお写真があるんですけれども、その中には、雨雲の集まる時の舞台となったオレマミディ村のモデルの村ピリクエというところにあるんですけれどもね、そちらのお写真なんかも展示いたしましたと。で、あとはベッシーヘッドさんの大事な言葉ですね。雨雲の集まる時だけではなくて、さまざまなところからこれはと思うものをピックアップして展示いたしました。あとはアパルトヘイトの写真、これは私絶対伝えなきゃいけないなと思って、マカヤ君、主人公のマカヤ青年が生きてきた南アフリカっていうのはどういうものか、結構日本の皆さんの中にはもうあんまりイメージがつかないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。で、アパルトヘイト時代ってもう30年以上前に終わっていますけれども、人種差別がどのようなむごたらしい結果をもたらすのかみたいな、そういうことがね分かるようなアーネスト・コールという人の写真集を展示しました。そしてもちろん雨雲の集まる時のカバーイラストと扉絵の原画ですね、こちらも展示しました。で、ベッシーヘッドアーカイブから一部の私の持っているコピーなんですけれども、そちらを展示いたしました。中身は手紙とか、ベッシーヘッドの手紙とかね、そういうものでした。雨雲の集まる時の観光記念ということで、一つのきっかけイベントとしてね、観光記念展っていう風に言ってたけれども、結局ここでやっぱ観光記念展を大きく超えた雨雲の集まる時っていう一冊の本を大きく超えたすごい重要な展示だったかなって自分で思っていて、学生時代からね、90年代からずっとやってきたことの一つの区切りとして、ベッシーヘッド総合展みたいな感じじゃないけど、やっぱりこの社会に伝えていかなきゃならないことみたいなものを展示できたかなという気はする。あと展示だけじゃなくっていろんな方とお話を通じて発信をできたかなという気はするんですよね。だから90年代から30年弱の一つのダイジェスト版みたいなものだったのかな。場所があるっていうのはすごい貴重なことだと思うんですよ。誰かが来てくださる、会いに来てくださる、で会いに来れば私がいるみたいな形にできるってすごいありがたい。場所をお借りして本当にいいことずくめだぜと思っておりました。昔からお世話になっている方とか、もちろん初めましての方とかね、本やポッドキャスト聞かれた、例えばこの前文学ラジオ空飛び猫たちさんに出演させていただいたんですけれども、それを聞かれた方とか、この雨雲ラジオを聞いてくださっている方、私の SNS やノートやらをそこに来られた方なんかもいっぱいいます。私にとっても仕事の意味でも本当にずっと開発協力系の仕事してきて、一度会社を離れてリセットということで昔からずっとやらなくてはと思っていたこの本の出版に専念できるというか、力を注ぐことができるっていう人生の中ですごく大きな転換点でもあったので、そういった意味ではもう何十年かぶりの人が来てくださってお話をするとか、あるいはすごくお世話になった方のゆかりの方が来てお話しするとかっていうのが本当に涙出るぐらい貴重でした。で、斉藤真理子さんがね来てくださったっていうのもあったし、本当に大御所先生とか学生時代からお世話になっている先生が来られたりとかいうこともありました。で、トークイベントを2回開催させていただいたんですよね。そのトークイベントっていうのももちろん会場も小さいのでそんなにたくさん人を呼べるっていうものでもないんですけれども、最初はやる前はずっとゲストとかちょっとね名前の知られたゲストとかにご協力いただいて、ギャラ払って来ていただくっていうことが重要みたいな
考えに陥ってたんですよね。でも、なかなかそういうわけにもいかなくって、でもよくよく考えたらこれ私自身の総合点っていうでもあって、私自身の30年弱振り返る総合点みたいなことでもあるので、本当に自分の大切な伝えるべきことを並べた展示会なので、なんかこう一般の本が出たからじゃあそのことについて話してもらいましょうとかいうレベル感じゃないんですよね。だから本当に有名な方とかねいらっしゃってお話をするっていうのは、それは別の機会でいいと思うって思っていて、自分の大事な場所だったので、私の言うべきことを語るっていうトークイベントの場はすごく重要だったなと。本当に良かったです。それで本当仕事で十数年前にお世話になった先生とか意外な方がたくさんいらっしゃいました。本当にびっくりですね。なんかこう普段から身近にいるとか仲良くしている人っていうよりも、むしろなんかちょっと遠いかなとか、全然何十年も連絡取ってないみたいな人まで来てくださるって、なんかね、逆に身近な人が来ないとか、なんか身近な人があんまりいないのかもしれない、私わかんないけど、なんかそういうのを感じました。そういうもんなんですよね。本を出すってちょっと特別なことなので、お祝いの意味に来てくれる方もいらっしゃったし、本当に幸せでした。でね、驚きのゲストもいっぱい来て、もうなんか話しきれないぐらい毎日感動したりしてたんだけど、中でもなんか私学部生の時にお世話になった先生、私の直接の師匠じゃないんですけれども、アフリカ研究の有名な勝俣誠先生が来てくださった。で、私がね大学の時からお世話になってるすごい超大御所の研究者ですけど、そんな方も見に来てくださるなんて本当にありがたいなと思いました。それからこの前学生のアドバイザーみたいなことをするようなちょっとした短期の仕事をさせていただいたんですけれども、その時の主催の方が今多分めちゃくちゃに忙しい時期だと思うんですよ。実はちゃんとご案内とかしてなかったんですよね。でもなんと突然来てくださったと。これ本当びっくりしました。案内してなかったけどなんかご自分で調べてくださったみたいです。で、本当に来てくださったなんて、本当に私にとって大事な場所に来てくださって感激しました。で、雨雲の集まる時ももちろん買ってくださって読んでいただけたら嬉しいなと思ってますけど、なんかそれぐらい毎日感動することがたくさんあって素晴らしい時だったなって思います。これをねまた一つの区切りとして、雨雲の集まる時はもっといろんな方に知っていただきたいなとは思うんですけれども、雨雲出版として次のステップに進めるかなと。で、私個人としてもこれまでの30年弱の、一区切りとしてまた次のステップに進めるかなっていう大事な展示会でした。本当に来てくださった方ありがとうございました。